今回は、紹介したい人とか物とか、そのシリーズで、これを皆さんに紹介したいっていうものを、説明したいと思います。知ってる人もね中には結構いるんですけど、この鉄板ですね。この鉄板を、作ってる方が、こちらの TK 工業の、溝内さん。はい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でこれを私も、彼から、購入して、使用してるんですけど、キャンプとか、家でも、そうなんですけど、普通の鉄板と何が違うかっていうとこで、実際これを体感して、体感できたっていうか使ってみて、全然家で普段使うのともう焼き具合とか味が変わるっていうところで、これをいろいろ紹介したいなと思います。この TK 鉄板っていうのは、材質、これが普通の鉄ではなく特殊鋼材使ってるっていうことで、なぜそれを使うようになったんですか？普段僕溶接していまして、もう普通の鉄から一般に扱われない鉄とか、例えば新幹線の車輪とか特殊な鉄の肉盛り補修とかいろんな溶接させてもらってて、ある日この材料の溶接をした時に全然冷めるスピードが違うなっていうのに気づいて、でこれで肉焼いたらどうなるんやろうっていうのがすごいあって、じゃあ一回焼いてみたれって焼いたらもう全然違う味になったり、焼け具合も違ったり、熱の伝わり方とか、そうですね。でも保温力も高いんで、なるほどね。でこのサイズはこれよりちっちゃくすると逆に焼けないし、これより大きくしちゃうと逆に重くて、家で使うにもキャンプで使うにも不便やなっていうのがあったんで。普通のね SS の鉄じゃないから重さも結構、そうですね、あるわけやし、でこういうデザインは何か、この縁の溝は油を逃がす溝で、この細かい溝はその肉とか野菜とか置いた時に空気が均一に入るようにっていう計算で。空気ね。そうなんです、でもちろんこの溝から油が周りの溝に逃げてくれるんで。なるほどね。最初の作品として作るまでの多分試作がだからそうですね、もうすごい作りましたね。作るたんびに肉とか野菜とかいろいろ焼いて、でこの溝が一番ベストやっていうのにたどり着いて。これだから家で使ってて、例えばその鶏とかね、ブラジル産とかメキシコ産とかあるやん、であれを食べてても全然もう別物。そうですね、っていうのはやっぱりこれ熱伝導率が熱伝導率もいいし、均一に空気が入るっていうのも大きいと思う。騙されたと思ってとりあえず食べてみようかと思ったけど、マジで違うかったから外がパリパリになって中のこのふわふわもあるし、そうですね、味が変わるような感じが。そうですね、熱伝導がいい分水分を閉じ込める力もすごいんで、もう肉とは言わず魚を焼いてもふわふわになりますし、もう根野菜とか焼いてもすごく美味しくなりますね。なるほどね。でこれがだから最初の商品の状態ですよね。そうですね。でこれを実際使うとこういう真っ黒になると。なります、油を含んでくれるんで。これだから油を含むとしても、だから水洗いしても錆びるわけもなく。そうですね、もう基本的に水洗いした後に、拭くだけでもほとんど錆びないんですけど、基本的には熱入れてもう一回使い終わった後に熱入れて油を塗ってもらえば錆びることはないです。結構だから家でもうわーってこう洗ったりもするけど、全然いけるもんね。全然大丈夫です。もう洗剤使ってもらってもお湯で洗ってもらっても、もう僕はもう毎日金足でガシガシ洗い。実際もうこれが出て1年ぐらいは経ちます。もう2年ぐらいですね。2年近く。最初クラウドファンディング、やってたよね。やります。あれも良かった。あれも一応 200% 達成させてもらってます。だからね、もう私が説明しなくてももう知ってる方とねだいぶいると思うけど、それでも自分が手にして良かったっていうか最高やなっていうもので、
これもっと知ってもらいたいなっていうのがあって今日話を聞いてるんですけど、これがだから1作目の鉄板として出して、はい、でこの後にこの後に TK の鍋って呼んでもらってるんですけど、鍋にもなる蓋。ああなるほど、はい、これの蓋になるってことそうですね。でこれで使えば鍋になる。鍋になるし、逆にこいつが蓋にもなってくれる。ああなるほどね、落とし蓋みたいな。そうなんです。あー圧力鍋になってくれるんで。なるほど。これでこれも材質は一緒一緒です。で、これは溶接を入れてってこと。溶接をしてなるほどね。でこれが使うと使うとこういう感じで黒くなります。もうこれもだから一緒だよね。そうですね。だからこれでお米3合まで炊けますし、豚の角煮とか、あと魚の煮付けとか調理の可能性が結構広がったんで。なるほどね。だからこれが蓋にもなっててどっちにも使えるってこと。そうなんです。でこれが3作品目と3作して品目で、フライパンを作ったってこと。同じ材質を使って溶接で合わせてるってこと。はい、役面はこの鉄板と同じ材質なんですけど、側面はもう SS です。なるほど、変えてるわけ。そうなんです。そういう何がいいんだろこれ正直厚みも違うし、う。あ、側面と。そうなんです。側面と側面同じ厚みにすると重さがだいぶ出るんで、料理人の人でもちょっと重いっていうぐらいになってしまったんで、じゃあ側面は薄くしよう。プロの料理人の人にもう2年ぐらい使ってもらったんですか。何回も作り直して、でこの形が一番ベストっていうのにたどり着いて、まあ24センチと27センチ。あ、サイズが2種類。そうなんです。プロの人らはもうこっち使ってくれてます。そのプロの人たちっていうのもさっき話でちょっと聞いたんだけど、いろんなお店で特注して、もうこの鉄板の大きいバージョンとかを出してる。出してます。もう西九条のわらおもっていうホルモン屋さんの鉄板もう1枚も作らせてもらって、サイズどのくらい？サイズ900の500ぐらい。そんなでかい？でかいです、もう一度ぜひ足運んでもらいたいぐらい美味しいです。それすごいね。こうやってこれでさ、もうあれだけうまさが分かるわけや。はい、それがプロがもうホルモン焼いたからね。めっちゃこだわってるホルモン屋さん。西九条。西九条。あ、それはちょっと行かなあかんな。で、まああとホテルとかにも特注の鉄板おろさせてもらって、同じサイズぐらいの。レストランとかの厨房。そうです。それすごいね。ありがとうございます。だからそれができるよね。これが実際よかったらそのお店で特注サイズでさ。そのホルモン屋さんも初めにこれ買ってくれて、で自分とこの商品を焼き比べてくれたんですけど、全然違うって言って。確かにね、飲食の人たちがそれをしたらね。それでこれがお一人用という形で。キャンプですね。どうしてもこれ登山する人とかには重いんで、もっと軽いのが欲しいっていう声があって、でこのサイズで、そのサイズで丸型を。で登山の人ってシェラカップっていうこんなちっちゃい器があるんですけど、それでお米炊いたりするらしいんで、じゃあこれそのシェラカップの蓋になるようになってあるんで、そのシェラカップの共通なのサイズが基本的には。あ、ほんま。大体のシェラカップにあります。でこれでお米焼いた後にこう焼いて、それで米と。登山家の人たちはそういうのがしたいっていうので。なるほどね。これはだからいろんな可能性あるよね。そうですね。これでよかったら本当にそうやってオリジナルのものをお店で自分のお店でやりたいとかもできるし、これは、こんなに同じ肉で同じ食材で変わるのかっていうのが衝撃的やったから、これはほんまに知ってもらいたいっていうかね。正直ね、普通の SS の鉄板っていうのは僕ら20年前ぐらいから鉄工所で勤めてたんで作ったんですけど、それで美味しい美味しいって喜んでて、ふとキャンプのブームで鉄板っていうのがすごい流行りだして。ああ、そうやね、この何年かね。そうなんです。そうやったらもうちょっと本気で作ってみたろうと思って、材質から全部加工からこだわったものをっていう。なるほどね。これはちょっとね、みんなだから試していただきたいなっていうか、手にしてもらって味を楽しんでほしいっていうのがあるんで、うちでも、取り扱いさせてもらってるんで、うちでも購入可能ですし、 TK さんで EC サイトあるんでそちらからいろいろ購入できるようになるし、 TK さんのインスタで実際焼いてる食材とか、
そういうのもアップされてるんで、それ見てもらったら詳しいのがよくわかると思うんで、日本国内でも販売してるし、はい、海外でもこれは取り扱いあるんですか？アメリカではシップ・ジョンさん、場所はオレゴンのポートランドですね。ポートランドの、シップジョンさんで買えると。はい、なるほど、わかりました。じゃあ海外の方とかアメリカの方だとそうですね。シップジョンさんから、日本から買うよりかはアメリカで買った方が、はいはい、それいいですね。はい、わかりました。あとは何かありますか？もう本当これは体感してもらわないとわからないと思うんで、まあそうだよね。ぜひお願いします。ほんまに体感できるものそうなんですね。で体感できてわ最高やなっていうのをなんかこの自分のこういうチャンネルで紹介できたらなと思いますんで、ぜひこれは手に取って体感してもらいたいと思います。今日はありがとうございます。ありがとうございます。Somebody loves, who is it profit after all?